はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は、皆さんの生まれてきた意味、人生の意味、こうした大きなテーマに、ちょっと触れて、スピリチュアルな観点からね、お話をさせていただきたいと思います。生きている間は修行中じゃというね、言葉があるんですけれども、生きている間は修行中ということは、人間が人として生まれて、死ぬまでの間にこの人生と取り組んで一生懸命修行をして、それが死後魂の世界に戻った時にその修行の内容が反映されて、より御霊が成長していくというかね、そういう世界観があるんですよ。でよくねありがちなのが何でしょうかね、生まれ変わりとかね、そうしたことを語る中で、前世で悪いことをしたから今こういう報いで、なんか不幸になったりとかね、何かペナルティーのようになんか悪いことが自分の身に起こってくるっていうふうに考えている人が結構多いみたい。みんなね、こういうなんか私こんな風になんか男運がなくてきっと前世ですごく悪いことをしたんだと思いますっていうようなね、女性なんかもいっぱい多くいるんだけれども、基本的にね、私はちょっとそれってね違うんじゃないかなと思うんですよ。なんかのね、ペナルティーによってこうなるとかいうことではなくて、この人生で起こってくるいろいろな出来事、苦しいことや悲しいことというのは、これはね、授業内容なんですよ。授業内容ね。しかも皆さん方が自分で選んできた授業内容なんですよ。そんなバカなって思う人もいるでしょ。ね、こんな辛い人生自分で、選んだ記憶はないよとかね、私だったらこんな風なものは選ばないとかいうふうにね、思う方もいっぱいいらっしゃると思うけれども、でもね、自分で選んできたんですよ。なんでかっていうとね、あの苦労の多い人ね、生まれながらにいろいろと恵まれてない方ね、いらっしゃると思うね、経済的なこともあるかもしれないし、身体的なことがあるかもしれないしね、生まれながらに、耳が聞こえなかったり目が見えなかったりっていう方もいるでしょ。で生まれた家がものすごく貧乏で、ちっちゃい頃からご飯もろくに食べられなくてっていうね苦労もあるだろうし、親から虐待をされちゃったりいじめられたりしてる子もいるだろうし、さまざまなるそういう人生の苦難を経験している方からすると、なかなかそういったものっていうのは受け入れがたいものがあるかもしれないけど、こういうね苦労の多い人生を歩んでいる方というのはね、魂のレベルが非常にね高い方だと私は思います。なんでかっていうとね、それだけ難しい授業に取り組んでるからなんですよね。例えばね、高校受験大学受験、ね、そういった難しい勉強をしている時に 1+1 は2とかね、 2+2 は4なんて、そんな初歩的な勉強してたって成績上がらないでしょ。ある一定のレベルに達すると、やっぱりそれ以上のお稽古をしていかないと、ね、それ以上の修行っていうのはなかなかできなくなってくる。レベルアップが難しくなってくるわけですよ。だから、人よりも苦労をしている人生の方というのは、私にとってはね、この人はものすごい、こんな内容の授業と取り組むような、高い位の魂の方なんだろうなっていうね、そういう尊敬の気持ちが生まれてきますね、私は。だから私のところにいろいろと相談に来る方というのは、みんないろいろな問題を抱えている方が多いんですけれども、みんなねすごくなんて言うんでしょうかね、なんかね心の中にすごくキラリと光るものを持っている方が多いんですよ。だからね、自分の身に起こる不幸を何か前世からのペナルティーみたいな感じでネガティブに捉える必要は全くなくて、皆さんはねモチベーションの高い魂だった、それだけ難解な授業、ね、普通の人がチャレンジできないような、難しい授業を選択している、成績優秀な、生徒さんなんですよね。でこの人生っていうのは、私は寄宿学校のようなものだと思っていて、一旦入学するとね、
魂である我々がこう肉体を得て、一定の期間入学をするわけですよ。おぎゃーと生まれるわけで、人によっては50年で卒業する人もいれば80年かけて卒業する人もいるし、1年2年でね、飛び級でパパって卒業していっちゃう人もいるし、みんなそれぞれ授業内容によって、このね、学習の期間っていうのは変わるんだけれども、みんなそれぞれがねカリキュラムが違うんだと思います。だから早く死んじゃった子、ね、早く亡くなった子っていうのは何かこうただ悲しいことというふうに捉えられがちだけれども、彼らは彼らとして何か学びの内容があるんですよね。自分たちが早く亡くなることによって、もしかしたら周りのね親御さんとかがすごく悲しむことがあるかもしれない。そうした形で、その悲しみに打ち勝つという課題を与えるという辛い役割を担って生まれてきたのかもしれないし、これはね、御霊様神様の世界のお話だからね、なかなか奥が深くて語りきれないようなことがあるけれどもね、きっと何らかの意味がある、意味のない命というのはないんですね。だから、私の人生になんか意味がないんだとかね、生きていっても価値がないんだなんて考えてる人がいたら、それはね大きな間違い。あなたの命にはね、深い深い意味がある。必ず意味があるんです。だからそこにね気づいていただきたい。で大体ね前世のペナルティでこうなってるんだっていうようなね、そういうふうな感じの人はこう悪いことをするとなんかこう動物とか虫とかに生まれ変わってね、でいいことをするとこう人間に生まれ変われるとかね、なんか人間に生まれることをいいように捉えてる人もいっぱいいると思うけど、でも人間に生まれることってそんなに幸せなことだろうかね。だって人間ならではの苦しみっていっぱいあると思わない？ねだって人間ってさ、頭はいいかもしれないけど愚かだよね。だってこれだけ同族間で殺し合ってる動物って他にいないよね。大昔は石器時代からね、石斧から始まって今は核兵器ですよね。作っている武器の精度はどん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 上がったけど、いまだに戦争がやめられない愚かな人間ですよね。環境破壊だってしてるしね、地球温暖化とかね、どれだけ他の動物たちに迷惑をかけてるかわからない。人間なんていうのはねそんな大した存在じゃない。で基本的に人間も動物ですからね、他の動物と同じで生まれてきてからすることといったら食べて寝て排泄をして、それから子孫を残していくね。基本的にやってることって他の動物と一緒でしょね。ただ人間の場合はその餌を取ったり、生活をしていくっていうプロセスが普通の動物とちょっと複雑なんですよ、比べてね。社会を営んでいるから、餌を取るためにはね働かないといけない、働いてお金を得ないといけないでしょ。働いてお金を得るためには他の人と共同生活をして、気の合わない人やね、中には上司からいじめられてる人もいるかもしれないね、部下に嫌われてる人もいるかもしれないね、そういったなかなか厳しい環境の中で、一生懸命働いてお金を得てそれで食べていくわけでしょ。だからね、人間も動物も基本的にやってること一緒なんですよ。このただ食べて寝て増えて、この基本的なことをする上で人間はね嫌おうなしに他者と関わらなければならないね。そこに人間関係に関するトラブルが生まれてきたり、いろいろなそこの学びが生まれてくるわけですよ。例えばコンプレックスとかね、あいつの方がいい学校出てるとか、あいつの方がお金持ちだとかね、あいつの方が綺麗だ可愛いとかね、そういうふうに人と自分を比べてしまうっていうのもこれは人間の特徴でしょう。これはね群れの中でね、群れからはぶられると人間っていうのはね生存の可能性が著しく減ってしまうから、常に群れの中で自分が価値のある人間だ、ね、価値がない人間からこう群れをクビになってしまうから、だからね自分というのがこの群れの中で
存在価値があるんだっていうことを何かの形で確認して安心したいからなんだよね。というと、例えば人間の見栄とかね、プライドとかね、そういったものも含めて、それも大きな括りで言うと食べていくためね、群れの中に、ちゃんと居場所を作るために必要になってくるわけ。だから自分自身を大きく見せるためにね、それが人によったら学歴だったり、貯金の残高だったり収入だったり、または例えばブランド品とかで自分を着飾って自分の価値を拡張したりね、いい車に乗ったりすると、なんか自分の価値がこう広がったような気になるわけ。これは何かっていうと、群れの中で自分の存在というのを確立したいからっていうね。だからこれも突き詰めていけば、餌を取るためね、生きていくためなんですよ。ね。でより良い相手と子孫を残してってね。だからどこまで行っても人間のやってることって基本的にね、食べて寝て増えて、それがどんどんプロセスが複雑になってるだけで、基本的にやってること動物と一緒なんですよ。だから生まれたからにはこうやって食べて寝て生きるという基本的なことをやっていく。これだけで自動的にある種の修行がね、そこに付随してくるから。だって人間の社会の中で揉まれないといけないでしょ。だから自動的にね、人間は毎日普通に生きているだけで何らかの修行をしているんですよ。ただね、これはね、必修授業ね。必修授業。ここに他のね、いろんなね、選択授業がくっついてくるわけ。人によってはだからそれがね、いじめだったり、ね、例えば病気だったり怪我だったりっていうこともあるかもしれないし、生まれた環境だったりね、そういったいろいろな授業を皆さんは選択をして、今このね、課題に取り組んでいるわけです。で、中にはね、さっと卒業してしまう人もいるし、あと途中で自分でそれだけ、難解な授業を取ったんだけれども、ちょっと自分の学力よりも高い授業を選択してしまって授業についていけなくなっちゃってね、それでもうふてくされてしまって、なんか悪い道に行ってしまう人もいるし、途中で授業を投げ出してしまってね、自主退学ね、自主退学っていうのは自分で自分の命を絶ってしまったりね、そういうふうな形で幕を引いてしまう同級生もいっぱいいるわけ。だから私はね、こうやって苦しい思いをしている人っていうのはそれだけ成績優秀な魂ね、それだけ難易度の高い授業に取り組んでいるもう特進クラスの生徒だから、なんかね、そういった人たちがせっかくこういったね難しい学校に合格したんだからね、ちゃんと卒業まで一緒に頑張ろうよっていうね、そういうお手伝いをするのが、私のお仕事かな。だからね、自分の人生の中でいろんな苦労に今苛まれてる人っていると思うんだけど、そのね苦労をねネガティブに捉えないで、これがね自分の学びのための糧になるように、心折れないようにね、これを取り組んでいくのが大事なんですね。決してね、前世悪いことをしたからこういう目にあってとか、そんなことじゃないんだよ。きっとね君たちの魂がねよりレベルアップするためにこの人生を選んできたということになるんだと思います。ちょっとねこれもすごくテーマが大きいのでね、ちょっとねこんな短い時間では語り尽くせないので、この次にアップする動画で、この続きをやります。だからね、私は皆さんがちゃんと卒業まで一生懸命この学校のね卒業まで頑張れるように寄り添う、お手伝いをさせていただきますので、何かね苦しいこと悲しいことがあったら概要欄に私のねメアドも載ってるし、ここに書き込んでくれても結構ですし、このチャンネルを介して皆さんと関わり合いながらともどもに、このね人生という辛い修行と向き合っていきたいなと思いますね。皆さんはね決して一人ではありませんからね、一緒に頑張っていきましょう。そうしたことでチャンネル登録と、高評価の方も引き続きよろしくお願いします。じゃあまた次にあげる動画で、この続きをやりますので、しばらくお待ちください。今日は以上にします。さようなら。